はい、皆さんこんにちは。今回はね、2022年7月8日にね、安倍元首相が銃撃されたっていう事件についてお話ししたいと思います。で、まさかね、安倍元首相が死ぬとは思ってもいませんでしたよね。なんかトランプ大統領とゴルフとかしていてね、外交もきっちりやってましたよね。あとなんかそこそこ日本人にしては笑顔とか表情も豊かで、身長も結構高かったので、ルックスもね、なんか国際的でしたよね。何はともあれ、安倍元首相には本当にご冥福をお祈りいたします。本当にね、今までありがとうございました。で、安倍さんは亡くなってしまったんですけど、参院選はね、毎度のことながら自民党が当選しましたよね。で、憲法改正って意味では自民党よりね、日本維新の方が個人的には良かったと思っています。自民党の憲法改正って、常識的な範囲内というかね、そんなに強力な感じがしませんし、日本維新はね、東京一極集中と地方の衰退とかも指摘してたので、個人的にはね、日本維新の方が良かったと思っています。で、ちょっとね、話はそれてしまったんですが、安倍さんね、亡くなってしまったものは仕方ないんですけど、今回の事件についてね、3つほど話したいことがあります。で、1つ目がね、山上容疑者の技術力の高さと執念。で、2つ目がね、山上容疑者の犯行動機の不可解な部分。で、最後3つ目がね、日本人の意識改革っていうことをね、今回お話ししたいと思います。で、まず1つ目なんですけど、山上容疑者の技術力の高さと執念ってことなんですけど、銃ってね、作るの難しいと思うんですよね。前 YouTube でなんかアメリカ人が自作の銃を作ってる動画があったんですけど、そこでね、銃を撃つ時って、重心の中でね、火薬が爆発してるので、重心がね、その圧力に耐えられないと、このバーンって言った時にこの重心が破裂して、その破片でね、撃ってる人とか周囲の人が怪我をしたりするので危ないみたいに言ってました。なので、殺傷力のある普通に撃てる銃を作れるだけの技術力の高さですよね。前、私の知り合いの工作の得意な人がね、ホームセンターで部品買ってきて、金属製のベアリングを飛ばせる空気銃を作った人がいたんですよね。なので、空気銃とかなら、ホームセンターでね、部品とか買ってくれば作れそうですけど、普通にね、火薬で弾丸を発射する銃は、不可能ではないと思うんですけど、作るのは難しいし、危険だと思うんですよね。なので、この山上容疑者はね、技術力も高いですし、それだけね、安倍元首相を殺したいっていうね、信念が強かったんでしょうね。なのでね、日本でもこの山上容疑者以外にもね、銃を作れる人がいるかもしれませんよね。で、あとはね、今回爆弾も作ってたらしいんですけど、うまく作れなくてやめたそうですよね。で、今回の武器がね、もし銃じゃなくて爆弾だったらもっと被害者いましたよね。銃だったことが不幸中の幸いだと思います。ただね、爆弾も科学の知識と材料があれば作れちゃうんですよね。科学に詳しい私の知人が爆薬の過酸化アセトンなら簡単に作れるって言ってました。ただね、その爆薬の素材がね、かなり危険だって言ってました。過酸化アセトンなら、劇薬のね、過酸化水素や硫酸や硝酸を使うんですけど、過酸化水素はね、めっちゃ強力な酸化剤で、置いとくだけでね、自然発火したり、人にかかるとね、人が溶けるって言ってました。なのでかなり危険なんですよね。で、爆発ってね、急激な酸化反応なんですよね。物が燃えるのも酸化反応なんですけど、爆発はね、その酸化反応が激化したものなんですよね。なので、爆発を起こすための材料には強力な酸化剤が必要になります。なので、爆弾を作るまでのね、プロセスがかなり危ないっていうのがあります。はい。で、次なんですけど、山上容疑者の犯行動機の不可解な部分ってことなんですよね。で、まずね、この山上容疑者は41歳無職ってことなんですけど、働こうぜって思いますよね。それは置いといてね、まず統一教会とは何かってことなんですけど、本部がね、韓国にあってキリスト教系の新宗教である、いわゆるね、カルト宗教ですよね。で、違法な勧誘とか高額な印鑑などを売りつけたり、見知らぬ信者同士を結婚させるみたいな多くのトラブルを起こしている団体らしいです。で、そこにね、今回の山上容疑者の母親がのめり込んで、献金総額がね、1億円に上るって話ですよね。で、その母親なんですけど、1998年に入信し、相続した土地とかね、一軒家も売却し、2002年にね、破産して、家庭がめちゃくちゃになったってあるので、異常なまでにのめり込んだんでしょうね。で、今回の山上容疑者はね、2019年に韓国から教会トップが来日した際に、その教会トップをね、襲おうと思ったらしいですけど、失敗したらしいです。で、2020年以降はね、新型コロナウイルスの感染が世界的に拡大し、海外渡航が難しくなって、その教会トップと接触することが難しくなったっていうのもあって、矛先がね、安倍元首相に向いたんでしょうね。で、なんで今回ね、安倍さんがやられたかなんですけど、これはね、統一教会が設立した NGO の集会に寄せられた安倍元総理のメッセージを見て、安倍さんとね、つながりがあると思った。絶対に殺さないといけないと確信したっていうふうにね、山上容疑者供述してるんですよね。
で、実際にね、統一教会の田中会長は、7月11日にね、東京都内で記者会見を行って、安倍さんはね、会員や顧問になったことはないけど、友好団体がね、主催する行事に安倍さんがメッセージを送ったってことは言ってました。なので、どうやらね、恨みのあった統一教会と安倍元首相が関係があるってだけで殺されたんですよね。で、これ結構ひどいっていうかね、恨みがあるんだったら、その団体の建物を爆破するとか、団体のね、偉い人を殺すとかならわかるけど、メッセージを送ったっていうだけでね、会員でもないのに殺されるのはちょっと変ですよね。なので、多分ね、団体と関係のある著名人、今回のね、安倍元首相を殺すことで、統一教会っていう団体への警告だったのかもしれませんよね。なので、政治家などの著名人はね、一切こういう宗教団体とかとは関わらない方が安全かもしれませんよね。はい。で、最後なんですけど、日本人の意識改革ってことなんですけど、今回ね、アメリカの警備会社の人が2発目の銃撃は防げた。アメリカだとあらかじめ銃撃を想定して救急車が手配されているなどと言ってましたが、まずね、言えるのは日本とアメリカっていうのは状況が全く違います。アメリカはね、民間人はほぼ誰でも銃が普通に手に入るので、毎日のように銃による事件が起きてますよね。で、これに対して日本だとまずね、銃が普通には手に入りません。なので、日本では銃による事件っていうのはね、ほぼ起きないので、おそらくね、今回の SP を含めて、日本人全員がね、まさか銃なんて使われないだろうって思い込んでたこと、平和ボケしてたことがね、射殺をされた要因としては大きかったんだと思うんですよね。で、これね、襲撃に銃も使われるだろうってあらかじめ想定してれば違ってたと思うんですよね。今まで日本では銃による事件って、暴力団関係の事件を含めても平均してね、年間50件もいかないぐらいだと思うんですよね。なので、銃を使った事件がそもそも少ないです。で、過去にね、政治家が殺された事件としては、昭和の時代に起きた226事件の首相官邸の襲撃がありますが、これはね、兵士が襲撃したので、銃が使われたのは当然っちゃ当然ですし、2007年にね、起きた長崎市長射殺事件がありますが、これもね、犯行にはね、拳銃が使われましたが、犯人は暴力団関係者ということでね、なんとなくわかる気がしますよね。なので、一般人、民間人が銃によって政治家の射殺事件を起こした事例っていうのはね、日本だとね、過去にないんですよね。ただ今回一般人、民間人でも銃が用意できるってことが分かったので、銃で襲われる心配はないといったね、日本人の平和ボケも少しは変わるんじゃないかなと思います。なので、今回の事件はね、ある意味で、日本には銃はない、だから安全だっていうね、平和ボケの意識を変えるいい契機にもなったのかなって思っています。以上になります。この動画が少しでもためになった、面白かったと思った方は、いいねやチャンネル登録をお願いします。